こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今回はフリーランス翻訳者として十分食べていけるようになるまでの大体の目安となるマイルストーンを3つお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、フリーランス翻訳者として独立するまでにどれぐらいの時間がかかるんだろうということがですね、大体の目安としてお分かりいただけると思いますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳歴26年のベテラン翻訳者である私が翻訳・通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回はフリーランス翻訳者として食べていけるようになるまでの目安となる3つのマイルストーンについてお話ししたいと思います。以前に翻訳者になるためのロードマップという動画を作りました。で、その動画の中でだいたい翻訳者になるための具体的なステップということでですね、まず翻訳者というのは橋を架ける仕事であるから、英語と日本語の間の橋をちゃんとまっすぐに架けられるように語学力をしっかりとまず築くということをお話しして、で、その後翻訳学校などに行って翻訳のスキルを学ぶと。語学を勉強するスキルと翻訳を勉強するスキルは全然違うんだよっていう話をして、でそれからデビューするというような大体の青写真という形でお話をしました。あの動画を見ていただいた方は大体翻訳者になるための具体的に何をすればいいのかということが大体目安としてお分かりいただけたのではないかと思います。ですけれども、あの動画の中でどれぐらいフリーランスとして食べていけるようになるまでにどれぐらいの時間がかかるかということはお話ししていませんでした。で、先日動画のコメントにですね、フリーランス翻訳者として十分食べていけるようになるまでにどれぐらい時間がかかるんですかっていうコメントをくださった方がいて、確かにそういうご質問には答えてなかったなと思って、こういうことたくさん知りたい方いらっしゃるんじゃないかなと思ったので、改めて動画を作ってみました。よかったら翻訳者になるためのロードマップという動画と合わせてご覧ください。では、フリーランス翻訳者として食べていけるようになるまでの大体の目安として使えるマイルストーンを3つご紹介したいと思います。1つは2年、もう1つは3年、もう1つは7年です。この3つについて詳しくお話ししていきたいと思います。目安としてまず最初に大事になってくるのが2年です。大抵語学力を一定のレベルまで高めた人っていうのは、そこから新たに翻訳のスキルを勉強するために翻訳学校に行ったりする方が多いんですけれども、大抵の方はですね、まず基礎コースに行って、でそれが終わったら大体実践コースなどに行って、一つのコースでは終わらないことが大抵多いんですね。で、大抵基礎を勉強してその後実践で、さらにその次のコースがある場合は上級コースなどにも続けていって、でいくつかコースを取って、でそれで準備をしてからデビューをするという形の人が非常に多いです。で、大体その必要なコースを受講して卒業するまでの期間というのが、人によっては2年であったり3年であったり4年であったり、他にね、英日だけじゃなくて日英も勉強してますとか、他の分野も勉強してますっていう方だったらひょっとしたら2年以上かかるかもしれないんですけれども、大体一つの専門を決めて、大体基礎コース、実践コースなどを受けて、でそれが終わるっていうのに大体2年ぐらい見ておくといいのではないかなと思います。それがまず1点目ですね。その次に大切になってくるのが3年です。この3年というのはどういう数字かというと、いざ翻訳のスキルを勉強したという時点で、そこから実ジョブ獲得に向けて動き出さなければいけません。この時に多くの翻訳者志望の方がぶち当たる壁っていうのが、多くの翻訳会社で設けている実務経験3年という前提条件です。この前提条件というのは、実務経験3年がないとトライアルが受けられないというところが非常に多いっていうことなんですけれども、以前に未経験から翻訳者になるための5つの方法という動画でもお話をした通り、そこで多くの翻訳者がつまずきます。なぜかというと、トライアルを受けるには実務経験が必要だけど、実務経験がないからトライアルが受けられないで、そのジレンマというか堂々巡りの状況に陥ってしまう方が非常に多いからです。それからどの翻訳会社のトライアルも受けられるようになるまでのその3年間の間にどういった実務経験を積んでいくかというのが非常に大切になってきます。この実務経験3年の壁をクリアすると、どこの翻訳会社も大抵はトライアルを受けさせてもらえるので、障壁がなくなるんですけれども、その3年の間にあまりトライアルを受けさせてくれる会社が少ない中で、どれだけコンスタントに仕事を取って実践を積ませてもらうかというのが非常に大切になってきます。具体的にどういう方法があるかというのは、以前に挙げた未経験から翻訳者になる5つの方法という動画で具体的にご紹介してるんですけれども、コンテストに応募したりであったりとか、ボランティア翻訳をしたりであったりとか、あとは私の翻訳塾なんかでもそうなんですけれども、そういう翻訳
訳スクールなどによってはですよ、実務経験3年じゃなくても提携先の翻訳会社みたいなのがあって、特別にその実務経験3年というのをその条件免除でトライアルを受けさせてくれる会社というのもいくつかあります。なのでそういった会社を見つけることによってトライアルを早めに受けさせてもらったり、トライアルじゃなくて実ジョブがいきなり来たりとかっていうこともあるんですけれども、翻訳のフリーランスの仕事というのは単発の案件とかが非常に多くてですね、一つの翻訳会社に登録したらそこからコンスタントにずっと仕事が来るというようなものではなく、大抵がプロジェクト単位で動いていくものなので、一つ翻訳の仕事をさせてもらったらまたすぐに次の仕事が来るということは非常に少ないんですね。なのでその実務経験3年という条件をクリアするようになるまでにどれだけ仕事を詰めて取っていけるかというのが非常に大切になってきます。その方法として、同業の人から情報を聞いたりとか、すぐに人手が必要だからみたいな案件がいきなり来ることもあります。そういった情報を聞き逃さないようにするために、できるだけ私は同業者の方々とつながっておくことをお勧めしています。なぜかというと、翻訳業界で来る仕事っていうのは、新聞とか求人広告に出ているものというのは非常に実は少なくて、大抵は翻訳会社が自分がいつも非議に使っている翻訳者さんに直接連絡を取ることによって、エースの翻訳者にまず先に仕事が行き、そのエースが空いてなかったら2番手というふうに声をかけていくというようなシステムになっているので、どんな仕事も全て公募で毎回新しい翻訳者を取ってるわけではないので、できるだけ翻訳業界の情報に通じている先輩とか同業の方とつながっておくと、実際に公募に出てないような仕事の話を回してもらえたりっていうことがよくあります。なのでそういう間に横のつながりを作って同業の人たちとの情報交換を活発に行うということが非常に大切になってきます。で、その実務経験3年の壁をクリアすると、晴れてどのような翻訳会社のトライアルも受けることができるようになります。次の3つ目の条件というのは7年というのは、これはどういうことかというと、最初に2年翻訳学校に行っている時間、それから3年、実務経験3年の壁をクリアするためにいろいろと小さい仕事を取って実績を積み重ねていく期間、それから実務経験3年というのをクリアすると、どこでもトライアルに応募できるというような状況になってくるんですけれども、大抵フリーランスの翻訳者っていうのは一つの会社とだけ契約しているという翻訳者っていうのはほとんどいないと思います。先ほども言ったように翻訳会社というのは大体案件ベース、プロジェクトベースなので、フリーランスの場合コンスタントに仕事がいただけるというのはよっぽど半専属の契約を結んでいるとか、フルタイムで翻訳者として雇ってもらうとか、そういう条件でない限り仕事が途切れずに一つの会社からずっとコンスタントに来るということは非常に稀です。ですのでフリーランスとして食べていっている翻訳者の多くは複数の会社に登録して掛け持ちをして、代わる代わるいろんな会社から仕事を受注しています。ですのでコンスタントに仕事が途切れずに来るようになるためにはですね、一つの翻訳会社だけではダメで、複数の翻訳会社に登録をしていくことが必要になってきます。そのようにして実際の仕事をこなしつつ、その間に他の会社のトライアルなども積極的に受けて、ただトライアルを受けて合格したからといってすぐに仕事が来るわけではないので、これは以前に翻訳会社のトライアルを受けるときに注意したい3つの条件だったかな。以前の動画でもお話ししてるんですけれども、トライアルに合格したからすぐに仕事が来るわーいっていう風なことはほとんどないので、むしろ仕事来ないことの方が多いぐらいで、ただ登録してもらったよっていう、それだけっていうことが多いので、なので一つの会社に登録してもらったからといってそこで気を緩めてしまうのではなくて、十分に代わる代わる仕事を送っていただけるようになるために、いろいろな会社に登録をしていくというステップが必要になってきます。ただ毎日違う会社のトライアルを受けるっていうわけにもいかないですし、トライアルを受けさせてくれる会社というのもその時期によって違ってくるので、だいたいその実務経験3年の壁をクリアしてからですね、だいたい2年以内ぐらいに複数の会社と登録をして、だいたいそこそこ収入が確保できるようになっているかなみたいな形で考えていただけるといいのではないかなと思います。それだけ2年というと少ないかもしれないんですけれども、合計すると最初の2年、それから3年、だいたいその次の2年っていうのを合計するとだいたい7年。それで私は7年って申し上げてるんですけれども、だいたいだから翻訳者になろうって決意して学校に行き始めてからだいたい7年ぐらい見ておけばですね、十分仕事が来る、フリーランスとして独立したというふうに、十分に独立して成功しているというふうに言えるのではないかなと思います。逆に言うとだいたい7年経っても鳴かず飛ばずだったら、それは何かやり方が間違っているということだと思うので、コンサルを受けるなり他の方法を考えていくのがいいのではないかなと思います。
翻訳者を目指すようになってから7年っていうとすごい長いように思うかもしれないんですけれども、実際はやることがいっぱいあるので、最初の2年は翻訳のスキルを勉強し、それから3年の間はできる限りいろんな仕事を拾って実績を積んでいくという時期ですし、それからさらに2年ぐらいの間に十分に仕事が確保できるぐらい取引先を拡大すると。それ全部合わせて7年ぐらい見ておいていただければ、それまでにその7年やってみてちょっと芽が出なかったらちょっとやり方を間違えてる部分があると思うので、ちょっと見直しが必要になってくるのではないかなと思います。もし今お勤めをされてる方だったら、すぐにトライアルに合格したからといって仕事を辞めてフリーランス専業とかを目指さない方がいいと思います。今こうやってお話をしてはきたんですけれども、私個人は実はそういうのなくて、翻訳学校にも行っていないですし、大学とかで翻訳を勉強したということもあまりありません。私の場合は日本語教師をやっていて、それから日本語教師をやっていた時の仲間から声をかけられて、いきなり実ジョブに入っていったという、私は非常に稀なケースなのではないかなと思います。ですので、本当に翻訳者になる道のりっていうのはケースバイケースで、私のように大学院生をやりながらフリーランスの仕事も取り始めて、大学院を卒業する頃にはそこそこ稼げるようになってたみたいなケースもあって、なので先ほど申し上げた2年、3年、2年、合計7年っていう大体のマイルストーンはですね、大体の目安として考えてください。人によって全然違うので、いきなりそういう助走期間もなくいきなり私のようにデビューしちゃったっていう人もいれば、社内翻訳者として経験を積んで、それから少しずつ二足のわらじを履きながら準備をしていったっていう人もいます。翻訳者を目指してから実際に翻訳者になるまでの期間っていうのは本当に人様々で、短ければいいというものでもないし、長ければいいというものでもない。需要がある分野というのも違いますし、得意分野というのも違います。ですので、どっちがいいということは言えないんですけれども、これから翻訳者になりたいと思っている方はですね、大体それぐらいは勉強を続けていかなきゃいけないなっていうことはちょっと覚悟して臨んでいただけたらいいのではないかなと思います。今回はフリーランス翻訳者として食べていけるようになるまでの目安ということで3つのマイルストーン、2年、3年、7年ということでお話ししました。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.